茹で汁でね止めます。みじん切りにしたトリュフですね。はい、トリュフ入ってるこのソースしっかりとかかってる方が美味しいんで。それどうも皆さん、今日もお疲れ様です。今日はですね、この銀座のポアブレで料理動画配信していくんですけど、ポアブレでカルボナーラを実はメニューで提供してて、これがねかなりオーダーいただくんですよ。でじゃあどんなカルボナーラなのかっていうね、カルボナーラ自体って結構こう家で作れたりするじゃないですか。ハードルそんな高くないと思うんですけど、ただ、やっぱりここで出してるならではのちょっと特別なカルボナーラがあるんで、それをね作り方見せていけたらと思います。なかなかちょっとね材料的に家でやるにはハードル高い部分もあると思うんですけど、ただね、参考にしたいという方もいると思うんで、ぜひねそういう方はチェックしていってください。それじゃあ早速やっていきましょう。はい、じゃあ、材料紹介です。いきなりねだいぶ変わってると思うんですけど、トリュフです。このトリュフのジュースとトリュフのフレッシュ、あとは、事前にみじん切りにしてるトリュフですね。トリュフってね結構いろいろ使ってるとこうやって余るんですよ。それをこうみじん切りにしておきます。と自家製のベーコンですね。もう今日はカットしてます。あとはスペイン産の生ハム、ハモンテルエルっていうブランドです。黒胡椒、店名がねポアブレなんで黒胡椒は結構効かせます。生卵とチーズですね。この2つはね絶対使いますよね。カルボナーラなかなかこうトリュフを全開に使うっていうのは普段食べ慣れないとも思うんで、そういうところが皆さん注文してくれる部分なのかなと思ってますね。これ今は季節によって本当トリュフっていうのも味わいっていうのが変わってくるんで、基本的にトリュフは毎回使いますね。普段なかなかねこのトリュフの処理なんていうのもないとは思うんですけど、見ることというか、この部分は硬いですから取り除いちゃいますね、硬い部分。こういうのもねもちろん捨てないで使います。みじん切りにして加熱したりとか、あとはソースに入れちゃったりとか、こんな感じで使う部分をなるべく掃除するみたいな。はい、それで次は自家製のベーコンなんですけど、カットしたやつは準備してるんですけど、その前段階ですね、こういう感じで加藤ポークっていう、群馬県の太田市の豚肉使わせてもらってるんですけど、それがねやっぱこうすごく口どけが滑らかで脂がねスッと消えるような豚の、バラ肉ですね。まず塩と、砂糖、あとは、ローリエ、ローズマリー、ニンニク、あと胡椒とか、クローブとか、そういったハーブで1週間ぐらいずっと漬け込んでおきます。このままでこれを漬け込んでおいたら、塩がねたくさんここに入ってるんで、このままだとしょっぱいですから、これ全部洗い流しますね。だいたい洗い流すのも、水の中に、1時間半とか入れて、ゆっくりとこう塩分を外に出します。で塩分を外に出したら引き上げて冷蔵庫でさらに、半日ぐらいねこう乾燥させますね。水分をしっかりとこう逃がすためにも。それが終わったらですよ、それが終わったら今度は、燻製でも冷燻って呼ばれるこう温度が低い状態で燻製させていきます。その、燻製機がこういったものですね。で、こういったバットに氷を敷き詰めて、で桜チップもあるんで、これを燃やして煙が出てきたら、この中でゆっくりとだいたい2時間ぐらいですかね、じっくりと燻製かけたら、その煙をもう一回ね落ち着かせるために1日ちょっと置きたいんですよね。でその後、65度ぐらいでじっくりと火を入れていくと。なかなかねこれ手間かかってるんですよ。カルボナーラにパッと使ってるだけなんですけど。でちなみにシーザーサラダのベーコンもこれでやってます。これを最後炭火で香ばしく表面カリッと焼いて、それをサラダにこれでもかっていうぐらい乗せるっていう。あとはこれと、さっきちょっと説明した生ハムですね。ハモンテルエルっていう、スペインのテルエルっていう県で作られてるハモンセラーノのすごくこう最上位というかすごくいいやつです。簡単に言うと夜のアラカルトとかだと、スライスしておつまみとしても提供してます。それをカルボナーラにも使うっていう結構贅沢使いですね。はい、じゃあ早速、特にもう切るものとかはないんで、このままスタートしていきますね。ベーコンと
生ハム、まずフライパンに温度が低い状態からじっくりと油を出していきます。まずね、オイルとか何も引かないでこのままいきますね。若干弱気な中火です。ちょっと弱気な人がもういいやダメだ、今日コンディションにムラがあるってダメっすね。僕ね、意外とコンディションにムラがあるんですよ。サッカー選手でいうと本当アルバロ・レコバぐらい、こんな感じでね、じわーっと今ちょっとじわじわいってきましたね。これやっぱり火が強すぎると油ができる前にフライパン自体が結構焦げてきちゃうというか、そうなってくるとね、なんか美味しい油出しづらかったりするんで、ここで温度が上がったら弱火にします。で弱火でさらにゆっくりと油出し。やっぱこの生ハムと自家製のベーコン両方入れてるのって、やっぱね、生ハムの方がね、こう深い熟成香があるんですよね。熟成した香り。このベーコンはやっぱこう口どけの滑らかな油感、あとスモーク香ですよね。それらがこの中でちゃんとこう混じり合うというか、それがすごくいいなって思ってます。片方だけでも美味しいは美味しいんですけどね、やっぱりより美味しさを追求すると、今はこの半分ずつ入れるっていうところに着地してますね。結局ね、いかにここで油出せるかっていうのがポイントになってくる気もするんですよね。要は普通のカルボナーラとそんな作り方自体は大きく変わらないんで、この後茹で汁とか入れて、ソースっぽくしてでパスタ絡めてっていう風に仕上げていくんで、もう茹で汁とか入れるとそんなに油外に逃がしづらくなってきたりするんで、と思うんで僕は、だからここでちゃんと油を焼いて出すっていうのが大事かな。でその間に卵もボウルに移しておきましょう。卵黄2個ですと、トリュフのジュース、ジュードトリュフって言います、スプーン1杯分ぐらいですね、入れますね。でチーズも半分ぐらいすり混ぜておきます。グラナパダーノ結構こう癖弱めで味もまろやかなんで、トリュフの香りとかをあんまり邪魔しないかなと思ってグラナパダーノにしてます。はい、こんな感じで結構油出てきてると思うんですよ。これね、使いたいんです。この油はちゃんと使いたい。でこの油で黒胡椒の香りを引き出していきますね。この黒胡椒のね、また焼けた香りがね、食欲そそるんですよね。でお店なんで茹で汁がもうあらかじめ用意してあるんで、茹で汁でね止めます。でもここで火止めちゃって大丈夫です。こんな感じでなじませますね。もう茹で汁加わると自家製ベーコンと、生ハムのうまみっていうのが一気にふわっと移ってくるんで、ここで塩気確認しておきます。塩してんじゃないかっていうぐらいしっかりともう塩分効いてます。これね、もうすごくいい状態。やっぱね、余計に外から塩ここからはねあんましたくないんですよね。なるべくこの素材の持ってる塩の力で決めていきたい。その方がまとまりが出るんですよね。やっぱ後から打つとどうしてもその塩がクッと立っちゃったりするんで、あとはもうチーズで持っていけるでしょ。これだったら実はもうほぼこれで仕上がりです。もうちょっと茹で汁入れてもいいかな。水分ちょっと多いんじゃないかなっていうぐらい。でもこの後卵も加わってチーズも入れて、でパスタも入れて結構もたっとするんで、なるべくここで水分コントロールこの後しやすいようにしとくっていうのが大事ですね。こう傾けた時の水分量で記憶しておくといいかもしれないです。これぐらいあればいいんだなっていう。この液体に黒胡椒の香りとかがだいたい移るのが3分とか5分ぐらい、僕の体感だと。それぐらいになったらもうパスタ茹でちゃって OK です。はい、でちょっとね1個ねここで付け加えておくのがみじん切りにしたトリュフですね。はい、これもスプーン半分から1杯はいかないかなというぐらい、1杯入れるとね結構多いんで、さっきの卵もう準備してあるんですけど、これもトリュフのオイルです。はい、ちょっとだけ、ほんとちょっとですね。これはあんまり入れるとわざとらしいトリュフの香りが出てきちゃうんで、ほんと少し、もうこんな感じで大丈夫です。ちょっとほんと引き立てるためにあるんで、このオイルの香りが全体になるとねやっぱちょっとね違うんですよね。で淡路島の方で、作ってもらってる生パスタ、もう冷凍で送ってもらってるんですけど、それを2分とか
もう茹でて、結構早いですね。だからもうあとはね、ここからいかにこう逃がさない、この香りを逃がさないでさっと仕上げていくかですね。ダラダラしてるとなんかいろんなものを失っちゃうんで、ここで。はい、じゃあ、パスタ茹で上がったんで、何も難しいことはなくて、まず一回このキュイソン、だし、少ないだしですけど、このだしたちをパスタに吸わせますね。もうそんな長くこれも吸わせないです。もう短時間なんで水分結構ある状態ですよね。これぐらいはやっぱ欲しいですね。そうしないと卵がすぐ固まっちゃうんで、なんならちょっと足してもいいぐらい。はい、でもうさっとあえて、でさっきの卵ですね。卵と、チーズ。でパスタ卵入ってからはやっぱ凝固しちゃうっていう心配もあるんで、温度はそんな高くなくて中火ぐらいですね。高くて中火、心配だったら弱火にします。でこれでしっかりとこう鍋底をパスタと一緒に攪拌しながらとろみがついてくるのを待つっていう。でもうこれでねとろっとしたんで、これで OK ですね。はい、で盛り付けていきます。滑らかなソースができてるっていうのが重要ですね、カルボナーラは。そうしないと食べてるうちにお客さんの元に運ぶ時にもうすでに温度って下がっていくだけなんで、あとはそれを、なるべく短時間でそうさせないようにするには、このソースの液体が結構重要かなと思ってますね。あとお皿はしっかりと熱い状態。はい、でこういうお玉とか使って少しだけこう押して、高くなりすぎてもかっこよさが出なかったりするんで、少しこう押してあげる。で、さっきのこのソースたちですね、トリュフ入ってるこのソース、これがしっかりとかかってる方が美味しいんで、これはね残さないでかけますね。で仕上げにトリュフすりかけていきます。まあな量ですよね、トリュフちょっと俺かけすぎたかもなっていうぐらい今かけましたけど、もしかしたらこれは個人差あるかもしれないです、する人の。いただきます。もうとにかく熱いうちに食べるのが一番美味しい食べ方だと思います。こういうもったりしたパスタって結構熱奪われやすいんで、盛り付けた後だからこうやって高さ出しておくと内側が熱をちゃんとキープできたりするんで、平たく盛るよりはもしかしたらいいかもしれないですね。いただきます。うまい。これ嬉しいよな。ステーキ食べた後にね、ついなんかこうご飯とかパスタとかまだちょっともうちょいいけるなって男の人とか特になるじゃないですか。いやもちろん女性もねなると思うんですよ、きっと。こう締めのラーメンがあるぐらいなんで、やっぱこういうのがねあるといいっすね。トリュフうまっ。なんかトリュフの魅力ってなかなか分かりづらくないですか。なんか香りよく分かんないみたいな、味みたいな、合わせるものによって魅力って全然変わってくると思うんですよ。これはそういう意味で言うとすごくこう伝わりやすいと僕思ってて、これは食べてほしいですね。自家製のベーコンがまたうまいんだわ。ワイン飲みたい。はい、というわけで、トリュフのカルボナーラでした。やっぱこう家でカルボナーラは作るけど、なかなかこうトリュフのカルボナーラってハードル高いと思うんで、こういうのはねお店で、食べる醍醐味かなっていうふうに思ってます。でももし同じようにやってみたいっていう場合は揃えられないこともないと思うんで、材料は。ただやっぱりなんだろうな、ちょうどいい量で手に入るっていうのも難しいと思うんですよ。そういう意味で言うとお店の方が圧倒的に安くは食べれるのかなとも思ってます。はい、というわけでね、ぜひ気になった人はポアブレに食べに来ていただけると嬉しいです。じゃあ、またね次回も料理動画配信していくんで楽しみにしておいてください。アビアント。